ようこそゼップへ。ご無沙汰しております、大統領。こちらは。紹介は無用だ。ソル、久しいな。事情はレオから聞き及んでいる。貴殿らの来訪は国内でも一部の人間にしか知らせていない。本来であれば国賓待遇でもてなしをすべきところだが、残念ながらそれは次回に持ち越しだな。いえ、お気遣い感謝いたします。さて、早速本題に入りたいところだが、実はつい先ほど他のゲストが訪れてね。他の？ああ、至急君たちに伝えたいことがあるとのことで待っている。おそらく今回の我々の会合とも深く関わりのある話だろう。しかしそのゲストがただものではない。失礼だとは思うが、我々も同席させてもらいたい。無論です。ご無沙汰しております。ザトウワン！バカな！あなたは死んだはずでは。生き返ったのです。いえ、生き返らされたのです。元老院の手によって。元老院だと？はい。つまり私は君たちの欲しがっている情報を知っている。彼ら元老院の目的を。そういうことのようだ。ザトウは元老院の手によって創生され、今回のゆりかご事件に関する多くの事実を知っているという。君たちの到着を待ってそれを伝えたいということだった。おいガブリエル、ゼッペの諜報員はカカシか？なんだと？こいつが誰だか知っていればおいそれと招き入れるはずはね。もちろん承知しているとも。だが彼の入国は私自ら判断したことだ。それを言うなら、貴様が我が国の領土内にいることを疑問に思え。公的に入国申請を受けているのは連王とその部下だけなのだぞ。知ったことか。ソル！で、てめえが元老院の手先でないことを証明できるのか？証明はできない。だがこの事件の結末までどれほどの時間が残されているのかもわからない。私に対する疑問は後でもいいのではないか。元老院が随分と昔から蘇生術を研究してきたことは我々の調査でも判明している。なぜザトウワンを生き返らせたのかまではわからんがね。ソル、まずは話を聞こう。話が散漫になるといけないので端的に説明させていただこう。ゆりかごを操っているのは元老院だ。その力を使って世界を征服しようとしている。そしてゆりかごの中身は破壊神ジャスティス。ジャスティス？ジャスティスだと？なるほど。見たところ連王は予測していなかったわけではなさそうだな。改めて説明する必要はないかな？いや、ぜひ詳しく教えてもらいたい。ジャスティスと聞いて聞き流せるものなどいまい。元老院はまた聖戦を起こすつもりなのか？おっしゃることはわかります。今や列国の指揮を取り、世界の行政を思いのままにしている元老院だ。どうして今さら強大なジャスティスの力を必要とするのか、そのことですね。それは簡単な話です。彼らが望む世界は議論の場では成し得ない。どういうことだ？世界の確一化。確一化？全ての人間をある一定の文化レベルより先に成長させない世界です。簡単に言えば元老院は人の自由を制限し、それを強要するということだ。そのためにジャスティスの武力と統率力を制御することを目論んでいる。バカな！それではまさにディストピアだ。待ちたまえ。そもそもジャスティスは完全に破壊されたはずでは？そう。ジャスティスは破壊。いえ、確実に死んでいた。そのことはそこにいるソルバットガイが一番よく知っている。
それで蘇生術か。でてめえはそのモルモットだったと。そういうことです。補足するなら、あなたたちが想像している蘇生とは少し違う。蘇生術の本質は肉体と魂の再生ではない。何？それは肉体に魂を定着させる術のこと。ご存知の通り、私は数年前に死んだ。しかし禁呪を施していたこの肉体の主は私だけではなかった。エディ、彼の魂は私の死後も一時的にこの肉体を支配していた。このことに着目した元老院は、肉体という器があればそこに別の魂を定着させることができる、その可能性を知った。そしてその謎を解明するために私の体を無理な状態で再生させた。つまり元老院はジャスティスの体に他者の魂を定着させようとしていると？そう。そのために用意されたのが第二次聖騎士団選抜大会。ソルバッドガイ、君にジャスティスを破壊させ空の器を作ったのだ。そんな。元老院は自ら神になろうとしている。人の歴史に新たな神話を作るために。ここにいる者たちならばジャスティスの力と生命力、その本来の脅威を知っている。大げさな話ではなさそうだな。待て。仮に今の話を信じるとして、バレンタインはなぜそれに加担する？奴らの目的は人類の根絶だろうが。ジャスティスの復活こそがそれと同義と考えているようだ。まあ奴らの本当の腹の内まではわからんが。いや、やはり無理がある。緊急警報。館内西 D 地区において火災発生。報告しろ。敵襲です。攻撃を受けた模様。外からではありません。敵はすでに館内に侵入しています。現在は破壊活動を続けながら移動しています。消えました。敵の勢力はどこの所属だ？敵は一人。敵は一人です。映像を照合した結果、情報部の報告にあったベッドマンと断定。今居住ブロックへ再出現した模様。鍵は無効です。止められません。一人だと舐めた真似をしてくれる。手伝いましょう。取り物に客人の手を借りたとあってはゼップの名折れだ。皆事が済むまでゼップ名産の茶でも楽しんでいていただこう。大統領は？狩りには獲物を追い立てる犬が必要だからな。敵の現在位置は？ C 地区の兵舎です。特殊部隊が応戦していますが、まるで歯が立ちません。全部の誇る精鋭がこれほどたやすか。ベッドマン、ポチョムキンの報告にあった謎の少年、元老院の差し金と考えれば筋は通るが、レオ王との会合を邪魔しに来たとすればタイミングが不自然だ。貴様か。随分と派手に暴れてくれたな。損害請求は誰にすればいいの？元老院か、それともバレンタインか。寝たままでは会話もままならないか。ならばとっておきの目覚ましをプレゼントしてやろう。なるほど、これが報告にあった貴様の得意とする転移か。で
は目に頼るのはやめにしよう。これから繰り出す私の拳は半径8メートル以内の生きる者を見境なく必ず攻撃する。この技の前にはどんなに速い動きも視覚からの接近であろうと関係ない。名付けてアグニ天気。バカな。世界初の第8世代超高質ベッドフレームだぞ。それを生の拳で。なるほど。我が秘剣をクリーンヒットから逃れるとはポチョモキンが勝てぬわけだ。ガブリエル。十分だ。頃合いだろ。そうだね。では移動するよ。たわけが逃すわけがなかろう。貴様の本名と年齢は？どこに所属している？歴史上これほど無意味な尋問は類があるまいな。レオ、聞こえるか？良好だ、カイ。この回線から連絡をよこしたということは、俺の意図が伝わったようだな。ええ。では、やはりバビロンの惨劇は元老院の仕業ということだな。ええ。間違いない。よし、詳しく聞かせてくれ。なんだ、どうした？いや、すまない。こちらの情報は、この短期間で一気に膨らんでしまった。正直、それを共有できる相手がいることが、こんなに心強くありがたいとは思わなかった。やれやれ。気持ちはわかるが隠密行動はまだ先が長い。襟は正しとけ。そのことだが、もうコソコソするのはやめにしよう。どういうことだ？信頼できるレオがイルリアにいてくれてよかったということだ。待て、話が見えないぞ。無理を承知で頼みがある。ある人物を解放し権限を与えてもらいたい。それでこの事件の対策は大きく進むはずだ。やれやれ。予定では敵の戦力を分散して、その隙に君に会いに来るつもりだったんだけどね。ま、結果的に君と二人きりで話せているわけだから、よしとしようか。あなたは、いや、また会ったね。ここは？君の夢の中だよ。僕の体が君の近くに来れたから侵入できたというわけだ。もっとも、すでに僕の支配下にあるわけだから、僕の夢とも言えるけどね。何者なの？僕のことはベッドマンとでも呼んでくれたまえ。君のお母さんからお使いを頼まれてきた。母さんの？聞いてない。そりゃそうさ。僕が言うなれば君の上司だ。今回の作戦の監督といった立場だね。だからもちろん最後の最後まで知っている。あなたは人形じゃないの？母さんがそんなものを信用するはずがない。僕は特別なんだよ。人形は人形。例外はない。まったく融通が利かないな。僕から見たら君の方がよっぽど人形なんだけどね。
でもまあ仕方ないか。やっぱり君も使い捨ての道具だったってことかな。そう。私は道具。母さんは道具しか愛さない。愛だって言葉の使い方を間違ってるよ。わかってる。だけど、道具にすらならないものを母さんは必要としない。ならば聞こう。なんで君は自爆しなかった？こうして捕虜になっている間にいくらでも機会はあったはずだ。道具としての役目を果たせていないじゃないか。エルが私の力を束縛している。エル？ああ、君の妹か。なるほど。君たちはお互いに力の制御ができるのだったね。まったくめんどくさい設定だな。エルのことを知っているなんて、あなたは本当に母さんの使いなの？さて、どうしたものか。こうなると僕が君を処理することになるが。母さんがそれを望んでいるの？そうだ。君はゆりかごの目的地を知っている。それが敵に知られれば、作戦が全てご破算になるかもしれないからね。心配しなくても私は話さない。信頼していい。信頼ね。その言葉も間違ってるよ。信頼っていうのは仲間同士で使う言葉だ。仲間？そう。仲間は一人一人違いがあって替えの利かないものだ。僕のようにね。君のような道具と違って誰でもいいってわけじゃないんだ。違いがある方がいいの？道具は必要な時に必要なことができればいいはず。母さんはそれが一番大事だって言っていた。それは君の理解力が未成熟。私は違うではないの。感情がないと違うにはなれないの。僕は何をやってるんだ。こんな人形を相手に。もういい。悪いけど終わりにさせてもらうよ。これは君のお母さんの意志だ。わかった。私を処分して。でも一つお願いがある。お願い？あの犬も一緒に連れて行けない？君は捕まってる間に何があった？本当に感情があるじゃないか。これでは人間と変わりない。なんてことだ。こんな少女を僕に殺せというのか。誰か来る。一旦退散するよ。また来ちゃったぜ。あ、なんだ寝てたのか。悪い。シン。あ？なぜあなたはここに来るんだ？何度も言わせるな。お前を笑わせるためだ。それに何の意味があるの？私を笑わせることができても、あなたたち人形の得にはならない。損得の問題じゃねえよ。俺がただそうしたいだけだ。私は道具。与えられた使命を果たす以外に何の価値もない。だから得にならない行動を好むあなたたちの気持ちというやつが理解できない。それが何かの誰かの利益になるの？利益とか難しい言葉使うなよな。俺がなんか思うことにいちいち説明とか理由が必要なのか？私は正しい答えを出さなくてはいけない。それ以外の余計な行動も許されてはいない。正しい答えってなんだよ。親父とかカイとかみんながまずいって言ってるもんを俺がうまいって思うことは間違いなのか？そんなの人それぞれだろ。仮にどっちが正しいなんて答えがあったとしても、俺はそれをうまいって思ったんだったら
それでいいじゃねえか。あなたの例えはちょっとわからない。ああ、もうだからよ。ああ、そうだ。じゃあラムは神様ってやつを信じるか？神、概念的なものと存在としての具体的な対象の定義は理解しているけど、私はそのどちらも証明に至るほどの情報は。ちげえよ。ラムがどう思ってるかだよ。バーガーを食った時に自分だけの感想があっただろ。それと同じだよ。だからわからない。しょうがねえな。じゃあ見本を見せてやるよ。窓の外見ようぜ。本当はこれを一緒に見ようと思ってここに来たんだ。綺麗だって思わねえか？わからない。それはラムが表現できる言葉を知らないだけだ。俺はさ、超綺麗だって思うね。超？ああ、俺にはそれだけで十分だ。この気持ち、この景色も、何か難しい言葉とか理屈で説明されたくないんだ。だったら、この空は神様が作ったから美しいって言われた方が楽しいね。だから俺は、神様ってやつがいるべきだって思ってる。これは正しくないか？それは願いだ。存在の証明ではない。そうだよ。でも何でもかんでも白黒はっきりしてなくたっていいんだよ。だからラムも自分がこうじゃなきゃいけないなんて決めつけなくたっていいんだ。でもそれでは私は道具にはなれない。違うよ。ラムは道具なんかじゃない。違う？てめえ、いつの間に！ベッドマンは私を処理しに来ただけ。犬を連れて行きたいと私が言ったから、あいつも殺された。あなたに危害は加えない。何言ってんだよ、処理。ふざけんな！なんだよ。犬はすまなかったね。でもこれが一番手っ取り早くわかりやすいと思ったんだ。君にはどうやら感情がある。だから代わりという意味を知るべきだ。代わり？そう。現在犬の種類は682種類確認されていて、イルリア国内だけで3120万匹が存在している。ましてや魔法犬ともなれば、さっきの子と全く同じものだって作れるんだ。つまりいくらでも代わりはいる。撫でてごらん。違う。これじゃない。どうして同じ犬なのに何が違うの？そうだ。これが代わりということだ。でも君は前の犬が好きだったんだよね。みんながそれぞれ違うの。私も違うの。ラム。説明してくれないか？
どうしてラムレザルを処分しなかった？こっちが説明してもらいたい。君は知っていたはずだ。僕は少女に手は下せない。どうして彼女たちに感情なんか与えたんだ？これは完全にミスキャストだ。君の責任だぞ。それとも僕も必要ないというのなら、どうぞあとは一人でやってくれたまえ。わかった。悪かったよ。だから落ち着いてくれ。絶対確定世界の実現には君が必要だ。いや、僕も悪かった。しかしこうなると、ゆりかごの目的地が割れることを覚悟しなければならない。そうだね。彼らの行動を止められるかね。僕も伊達や水郷でやってるわけではないよ。この命に変えても絶対確定世界は実現させる。ああ、頼りにしてる。